こんにちは、東京ベジライフです。今日はちょっとディープなインド料理3品の作り方をご紹介していきます。少し前に4種のスパイスで作る北インドの家庭料理という動画を配信しましたが、今日は少しスパイスの量を増やしてステップアップしたインド料理を作っていきたいと思います。スパイスからカレーを作るというとちょっとハードルが高いと感じられるかもしれませんが、今日は日本でよく使われる食材を使って身近なカレーに仕上げていきます。また動画の最後にお知らせがあるので、ぜひ最後まで見てください。それでは作っていきましょう。まずはたっぷりのキノコを使ったヨーグルトソースのカレーを作っていきます。使うスパイスはこちらのフェンネルシード、ジンジャーパウダー、ターメリック、クミンシード、そしてガラムマサラです。ガラムマサラは自分で調合したものを使っていますが、こういった市販のガラムマサラでも大丈夫です。玉ねぎは1/2分の1個みじん切りにします。きのこは今日は舞茸とエリンギ、しめじ、ブラウンマッシュルームを用意しました。それぞれ適当な大きさに切っていきます。こちらのフェンネルシードはミルサを使ってパウダー状にしていきます。こういうミルサーがあるとスパイスを粉末にしやすいので便利です。まずはホールスパイスを炒めていきます。クミンシードの色が変わってきてすごくいい香りがしてきたので玉ねぎを入れます。玉ねぎが炒まったらニンニクを1かけすりおろし入れます。さっと炒めてきのこを入れていきます。ここにパウダースパイスを入れていきます。お水を入れます。塩麹を小さじ2入れて煮込んでいきます。弱火で10分ほど煮ていったので開けていきたいと思います。すごくいい香りがします。ここに汁気がほとんどなくなってしまったのでお水を足して豆乳ヨーグルトを加えていきます。ヨーグルトが分離しないようによくかき混ぜてクリーミーなソースにしていきます。よくかき混ぜながら少し煮詰めていきます。クリーミーないい感じのソースになったので必要に応じて少し塩を足していきます。これで出来上がりです。酸味の効いたクリーミーなソースに甘いフェンネルの風味とスパイス、数種類のキノコの旨味が凝縮された一品です。次に作るのはベジタブルコフタです。コフタは通常ミートボールなのですが、今じゃがいもを蒸しているので、こちらのじゃがいもをマッシュしてレンコンと一緒にしてお団子にしていきたいと思います。蒸し上がったじゃがいもの皮を剥いてマッシュしていきます。ベジコフタは日本のインド料理屋さんだとあまり見かけないんですけど、インドのベジレストランだと結構よくあるメニューで、マッシュしたポテトをお団子状にして揚げて、で中に
パニールというカッテージチーズが入っていることが多いです。レンコンはチーズグレーターですりおろしていきます。こちらのマッシュポテトにすりおろしたレンコンを加えていきます。生地が緩そうな感じであれば、インドではよくベサン粉といってひよこ豆の粉を足しますが、おからパウダーを加えていきます。少しまとまりが良くなるぐらいで大丈夫です。でレンコンはあまりカレーと結びつかないっていう方も多いと思うんですけど、実はすごくカレーの味とか風味とかとも合うので、前回の動画でご紹介したサブジとかをレンコンで作るとすごく美味しくできます。ぜひ試してみてください。でまとまったら一口大のお団子にしていきます。あとはこちらを多めの油で揚げ焼きにしていきます。全面こんがりと焼き色がついたら一旦取り出しておきます。これからコフタのソースを作っていくんですけれども、スパイスが結構あって、ホールスパイスの方が5種類とパウダースパイスが3種類になっています。ホールスパイスの方はまずシナモンスティック、こちらはベイリーフ、こちらはグリーンカルダモンです。カルダモンはブラウンカルダモンというものもあるんですけど、こちらのグリーンの方を使っていきます。あとはクローブですね。おなじみのクミンシードです。あとはチリパウダー。こちらはインドの、唐辛子の粉なんですけど、もしインド産のものがなければカイエンペッパーでも大丈夫です。普通にスーパーで売ってるチリパウダーっていうのはメキシコ風の、スパイスミックスになるので、それとは間違えないように気をつけてください。ターメリック、ガラムマサラです。で結構スパイスの数自体は多いんですけど、多分スーパーで手に入りにくい、スパイスはあんまりないのかなと思って、あるとするとこのグリーンカルダモンですかね。グリーンカルダモンはもしかして普通のスーパーには売ってないかもしれないんですけど、デパートの地下のスーパーとかちょっといろんな食材がある、スーパーに行ってもらうと手に入ると思いますし、オンラインでも購入できると思います。油を熱してホールスパイスを炒めていきます。でスパイスのいい香りがしてきたので、ここでホールトマト缶をトマトを崩しながら入れます。ここにパウダースパイスを加えていきます。チリパウダーは辛いのが苦手な方は入れなくてもいいですし、好みで量を調整してください。とすりおろした生姜を加えて、と塩麹小さじ2加えて少し煮詰めていきます。ここに作っておいたコフタを入れて絡めていきます。コフタがソースと絡んで温まったら出来上がりです。クランチーなポテトコフタがスパイスたっぷりの濃厚なトマトソースにとてもよく合い、何個でも食べられてしまう一品です。最後にこちらの大根と厚揚げを使って優しいお味のココナッツミルクカレーを作っていきたいと思います。玉ねぎはみじん切りにしていきます。
大根はいちょう切りにしていきます。厚揚げは一口大の大きさに切っていきます。ココナッツミルクカレーはこちらの6種類のスパイスを使って作っていきます。ホールスパイスが4種類とパウダースパイスが2種類になります。ホールスパイスの方は先ほども使用したクローブとグリーンカルダモン、シナモンスティックとブラウンマスタードシードを使っていきます。マスタードシードはイエローとブラウンがありますが、イエローの方は粒マスタードを作るのに主に使われるもので、カレーはこちらのブラウンシードを使っていきます。パウダースパイスの方はコリアンダーパウダー。コリアンダーは、パクチーのことで、パクチーの種の部分を粉末にしたものになります。それとクミンパウダーです。クミンは最初の2品でシートの形、種の形のものを使いましたが、こちらのカレーではパウダー状のクミンを使っていきます。油を敷いてホールスパイスを入れていきます。マスタードシードがはじけてきたので、玉ねぎを加えます。塩麹小さじ2を加え、このまま煮込んでいきます。弱火で15分ほど煮込みました。大根が柔らかく煮えていて、シナモンやカルダモンのすごくいい香りがします。ココナッツミルクを入れていきます。必要に応じて塩で味を調整します。これで出来上がりです。カレーといってもガラムマサラが入らない優しい南インドのお味が大根と厚揚げを包み、どこかほっとする一品です。インドのご飯バスマティライスも美味しく炊けました。いかがだったでしょうか。今日はちょっとディープなインド料理3品の作り方をご紹介しました。前回の動画よりも多くのスパイスを使用しているのでちょっと難しそうに見えるかもしれませんが、作ってみると意外と簡単ですし時間もかからないのでぜひトライしてみてください。来月1月11日、18日、25日と2月1日にこうしたインド料理を一緒に作りながらテイスティングする会を開催します。スパイスからカレーを作ったことがないという方向けに一つ一つスパイスを丁寧に説明しながら作っていきますので、もしご興味のある方は下の概要欄から詳細をご覧ください。皆様のご参加をお待ちしております。それでは See you next time!